ワールドウォー2疑惑にようこそ。今回はですね、第一次世界大戦の戦場の様相を、決定づけたとも言える有刺鉄線、これとじゃあそれをどうやって乗り越えようとしたのかというその工夫と技術、ぐっと迫っていきたいと思います。もともとは家畜用の柵だったものがどうしてあんなに恐ろしい防御兵器になって戦場の様相を一変させたのか、そしてその鉄条網をどうやって突破しようとしたのか、その工夫の歴史を一緒に見ていきたいと思います。もし今回の内容を楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価をお願いします。最新の深掘りを見逃さないようにチャンネル登録もお願いしますね。さて、まず基本からなんですけど、この有刺鉄線、もともとは1874年にアメリカで家畜を逃がさないために発明されたものですよね。安価で設置も簡単だったと。まさにおっしゃる通りです。ただなんというか単純さと設置の容易さがですね、戦場では全く違う意味を持ってきたんです。米西戦争とかあと日露戦争あたりから少しずつ軍事的な価値が見出されて、でもその真価が本当に発揮されたのはやっぱり第一次世界大戦、塹壕戦と組み合わされた時ですね。そうなんです。第一次世界大戦の西部戦線、塹壕戦が始まりますと、この有刺鉄線が防御側の強力な武器になった。機関銃陣地をその前に何重にも張り巡らされるわけです。そうすると突撃してくる歩兵の動きをまず止める、あるいは遅らせる。その間に防御側の機関銃が容赦なく弾を発射すると。つまりシンプルな針金が敵の兵隊さんを機関銃の車線上に留めておくみたいな、そういう役割を果たしたと。そういうことです。これが第一次大戦の特に西部戦線の膠着状態、動かない戦いを生んだ非常に大きな要因の一つになったんですね。それまでの戦争観を根底から変えてしまった。じゃあ具体的に防御陣地でどういうふうに使われたかということですが、野戦築城においては障害物としてまず敵の接近を阻止する、あるいは遅らせるというのが最大の目的です。で、大事なのはただ置けばいいってものじゃなくてですね、敵から見つかりにくい場所、かつこちら側の小銃とか機関銃の車線がちゃんと通る場所に設置する。つまり防御火力で援護できることが前提なんです。なるほど。障害物だけじゃなくてその火力とセットで一つの防御システムを構成すると。特に機関銃と一体となって初めてその真価を発揮する、そういう思想が根底にあるわけです。推奨されているのが薄く幅広く、そして何より不規則な帯状の配置なんです。不規則さですか。なぜそれが重要だったんですか。不規則な、一見すると非効率に見えるかもしれないような配置が、実は機関銃の位置を隠して速射の効果を最大化するために推奨されていた。側面射撃を行う機関銃の位置を示すような、そういう直線的な配置は避けるべきだと。ですから単なるフェンスというよりは敵を計画的に仕留めるための、一種の罠の一部と考えるべきでしょうね。なるほど。そして実際の構築作業では敵に最も近い地点から作業を開始して自分たちの陣地に向かって後退しながら構築を進めるというものがありました。これによって作業部隊は常に設置済みの障害物にある程度守られながら作業を進めることができたわけです。なるほど、合理的ですね。その鉄条網ですけど、資料を見るといくつかのタイプが詳しく書かれていますが、主なものをちょっと挙げてみますと、ハイワイヤー、これは文字通り高さのある多列のフェンスで構成されます。非常に頑丈で突破はかなり困難だったようです。次にですね、ダブルエープロンフェンス、これは中央に垂直なフェンスがあって、その両側に地面に杭で固定されたエプロンと呼ばれる鉄条網が斜めに張られている、そういう構造です。比較的迅速に設置できて、これは非常に広く使われたようです。それからローワイヤー、これの最大の利点は何といってもその見えにくさですね。特に草地なんかだと発見が非常に困難で。それから最後に事前に製作しておくタイプのコンサーティーナとかリバードワイヤーと呼ばれるものです。これらは円筒形に巻かれた天井網のユニットで工場とか工法で作っておいて、必要に応じて前線に運んで迅速に展開できるというものです。なるほどなるほど。ワイヤーの張り方にも何かコツがあったんですか。はい、共犯はワイヤーは緩く張るべきだと指示しているんです。緩く？ピンと張るんじゃなくて。ピンと張ってしまうと
近くで砲弾が炸裂した時の衝撃で簡単に切れてしまうんですね。ですから緩く張ることで切断されにくく、衝撃にも耐えて障害物としての機能を長く維持できるように工夫されていたんです。はあ、本当に細部に至るまで戦闘の現実を踏まえた知恵が詰まっているなと感じますね。では攻撃する側はこの厄介な有刺鉄線をどうやって突破しようとしたんでしょうか。そもそも戦車自体は有刺鉄線を突破できないものなんですか。無限軌道でこう踏み潰して進めそうなイメージがあるんですけど。確かにある程度の量の鉄条網なら踏み潰して進むことはできます。ただ鉄線が片鱗に複雑に絡みついちゃうことがあるんですね。ああ、絡まる。そうなるともう動けなくなってしまう、行動不能に陥る危険性があったんです。あとは対戦車兵器を持った兵士が隠れて待ち伏せしやすくなるとか。そうなんですよ。特に巧妙に設置された鉄条網は戦車にとってもかなり厄介な障害物になり得たと。なるほど。形を変えつつも脅威であり続けた。だからこそその専用の警戒機材が必要とされ続けたということなんですね。そうなんです。一番単純に考えるとやっぱりワイヤーカッターとか。もちろんワイヤーカッターで切断するっていうのは基本中の基本です。ただ敵が見張っていて銃で撃ってくる中で鉄条網に近づいて時間をかけて切るっていうのは、これはもうものすごく危険でですよね。多大な犠牲が出ます。そこで毛布とか板とか金網みたいなものをかぶせてその上を乗り越えるみたいな方法も取られましたけど、これもやっぱり動きが鈍くなりますし格好の敵になりやすいんですね。それでより安全にっていう発想からですかね、フランス軍が開発したっていう装甲人力戦車。これはちょっと面白い響きですけど、装甲板で守られた手押し柄みたいなのにワイヤーカッターがついてるみたいな。へえ、人力で。ドイツ軍はゴリアテっていう遠隔操作できる小さな爆弾付きの車両とか。あれですか。でももっと標準的な装備として今でも使われているものがあるんですよね。それが破壊刀、通称バンガロールトーピード。これ驚くことに第一次大戦で基本的な考え方ができてからもう100年以上ほとんどコンセプトが変わらずに使われ続けてるんです。100年、それはすごいですね。技術が進歩してもまだ現役。具体的にはどんなものなんですか？例えば米軍の M1A1 破壊刀ですね。長さ 1.5 メートルくらいの金属の筒に爆薬が詰まってて、これを何本もつなげて使うんです。つなげて。そうです。地雷がないか確認しながら慎重に鉄条網の下に滑り込ませて連結して、で安全なところからドカンと起爆させると。威力はどれくらいなんですか？それでだいたい幅3メートルから4.5 メートルくらいの通路を一気に作れます。おお、結構な通路が開けるんですね。それに近くにある対人地雷なんかもついでに爆破処理できたりもします。なるほど、一気に道ができるわけですね。ただし欠点もあって爆発音が非常に大きい。なので奇襲には向かないんですね。そりゃそうですよね。なので突撃を始める直前に使うというのが一般的でした。兵士が運ぶだけじゃなくてもっと大規模な、例えば戦車が通れるような通路を作る必要もあったんじゃないですか？ありました。その要求に応える形で第二次世界大戦の頃にはデモリションスネークという巨大なものも登場しました。デモリションスネーク、名前からしてすごいですね。そうでしょう。これは破壊刀を何本も束ねて強化したようなもので、全長は120メートル以上、総重量は4トンを超えて、その半分以上が爆薬だったそうです。4トン。これを戦車で押したり引っ張ったりして広範囲の有刺鉄線とか地雷とかを一気に爆破処理する、まさに怪物級の装備でしたね。いやはや、始まりはただの家畜用の柵だったものが100年以上も最前線で使われ続けて、それを突破するための技術もまた進化して、技術がこれだけ進んだ現代でもこういうある意味ローテクな障害物がまだ有効だって、これなんでなんでしょうね。どんなにハイテクな兵器が出てきても物理的に兵士の動きを邪魔するっていうすごく原始的な防御の有効性っていうのはなかなか覆すことが難しいということなのかもしれませんね。なるほど。戦術とか兵器の進化とこういう基本的な防御、そして攻略手段の関係、考えてみるとすごく面白いテーマだと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。今回の深掘りが皆さんの知的好奇心を少しでも刺激できたなら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。また次回お会いしましょう。